こんにちは。今日はトップダウンのプルオーバーを作っていきます。最初に鎖を編んで、そこからぐるぐると編んでいきます。肩や脇を閉じ合わせる必要がありません。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのリサイクルコットン 100%。細いもので、色はホワイト。40g で96メートル。使用かぎ針の目安は6号。これを8号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。鎖編みからスタートします。この鎖編みの長さがこれから作る襟ぐりの広さになります。私は今回鎖を99編んでスタートします。ただ鎖の状態と出来上がりのサイズは少し違っています。出来上がりのサイズを書いておくので、それを参考にしてもらってお好みのサイズにします。少し鎖の数を減らしたり増やしたりします。その時、鎖の数は3の倍数にします。鎖編みをします。最初の糸端を少し長めに残しておきます。だいたい25センチぐらい。途中からスタートします。この鎖はゆったりではなくて普通ぐらいで編んでいきます。このまま必要な数になるまで編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。1段目は細編みをしていきます。細編みをするので鎖1つ。1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。かぎ針から1、2、2つ目に細編み。次も細編み。次もこのまま端まで細編みをしていきます。細編みで端まで来ました。ちなみに今の長さは68センチぐらい。次はこれをつなぎます。これが最後の細編み。これが最初の細編み。最初の細編みの2本の糸の下で引き抜きます。引き抜いて、これで輪ができました。ここからマーカーをつけていきます。次はマーカーをつけます。このマーカーのついた4点で広がるように編んでいきます。長い糸が出ているところを右の下、この位置に置いて細長い台形を作ります。大体で作ってこんな感じ。ここが胸元、こっちは背中、ここは肩。こんな感じでマーカーをつけます。私の場合、ここが15、39、32。こんな感じのバランスにしました。で付け方は、まず1つ目の細編み。この引き抜いた糸があるところ、これが1つ目。1つ目を含めて数えていきます。このマーカーのところから1、2、3、4と数えていきます。ここが15番目。3の倍数。15番目の隣にマーカーをつけます。なので15、16。次も同じようにつけていきます。マーカーを含めて数えていきます。1、2、3、4、5、6と数えていって、ここが39。39の隣にマーカーをつけます。次は肩。また15。マーカーを含めて数えていきます。1、2、3、4、5、6と数えていって、ここが15。15の次にマーカー。で、またマーカーを含めて数えていって、最後が33。その次にマーカーがついています。これでマーカーがつきました。で糸が出ているところから続けて編んでいきます。
表と裏がねじれていないようにして、まず1つ目から糸が出ています。でこれが少し邪魔になるので、見えやすいように下に移しておきました。でここから V を作っていきます。鎖4つ、1、2、3、4、同じところに長編み1つ、これで鎖4つと長編み1つで V ができました。次からも V を作っていきます。1、2、3、長編みと鎖、長編み、V ができました。次も1、2、3、マーカーの手前まで来ました。足元2つ飛ばして3つ目はマーカーのところ。またここに V を作ります。これでマーカーのところに V ができました。で次からこの胸元になるところ、同じように続けていきます。V、このまま一周します。このまま一周します。一周してきました。最初の鎖の1、2、3、3つ目に引き抜きます。上が2本で下は1本。これで引き抜きます。つながりました。次は V の中からスタートします。このまま V の中、糸を出して、これをかぶせて、V の中から糸が出ました。ここから鎖3つ。1、2、3。同じところに長編み2つ。1、2。これで鎖3つと長編み2つ。次も V の中に長編み3つ。次も3つ。すべての V に長編み3つずつ。マーカーのところも全部同じように、この V の上に長編み3つで一周します。一周しました。最初の鎖の1、2、3、3つ目に引き抜きます。次は三角を作っていきます。まず鎖1、2、足元1つ飛ばして2つ目、未完成の長編み、絡めて1、2、糸を出して2本から引き抜きます。これを一度に引き抜きます。三角ができました。今引き抜いたところにマーカーで、この三角はこれから作る三角よりも少し緩めに大きく作りました。次は鎖2つ、1、2、三角を作ります。また未完成の長編み、引き抜いて三角、また鎖2つ、
き抜いて三角、次も1、2、1、2、次はマーカーのところに三角を作ります。マーカーのところでは少し大きめの三角にします。少しだけゆったりと編みます。で、三角、また続けます。このまま続けて一周します。終わりまで来ました。最後の三角の後に鎖2つ。最初のマーカーのところ、この引き抜いた糸に引き抜きます。これでつながりました。次はこの三角から糸を出します。糸を出してかぶせて、これで三角から糸が出ました。ここから鎖4つ、4、三角に長編み、これで鎖4つと長編み1つ、また鎖1つで、もう一度同じところに長編み、これで V が2つできました。次は1つの三角に1つの V、 三角に針を入れて長編み1つ、鎖1つ、また三角に長編み、これで V ができました。三角に V、 このスタートしたところは2つ、次からは1つ、マーカーのところまで来ました。マーカーのところの三角には V を3つ作ります。まず長編み、鎖1つ、長編み、これで V ができました。もう一つ鎖1つ、同じところに長編み、これで V が2つ、もう一つ鎖1つ、長編み、これで V が3つ、これが角になります。次からまた同じ1つの三角に1つの V、 で、次のマーカーのところ、この三角にも V を3つ、次も同じこの三角に3つ、これで一周します。一周しました。1つ目のマーカーのところ、ここには V が2つ、最後にもう1つ V を作ります。同じところに長編み、鎖1つ、最初の鎖の1、2、3、3つ目に引き抜いて、これで V が3つ同じになりました。次はこの長編み3つ、V の中から糸を出します。鎖3つ、同じところに長編み2つ、次の V にも長編み、1、2、3、これが角になります。で、次も
V に長編み3つ。このまま1つの V に長編み3つ。で、このマーカーのところ、ここにも1つの V に長編み3つ。ここにも3つ。これで1周します。で、1周編んできました。最後はこの1つ目のマーカーの V のところ、ここに長編み3つ。これで長編み3つ。最初の鎖1、2、3引き抜きます。これで角ができました。次はこの部分、鎖1、2、足元1、2、三角を作ります。1、2で、また三角、1、2、あとは今までと同じです。1、2、三角、2つ目のマーカーのところ、ここでもここに三角、三角、三角と編んでいきます。で、これを続けていきます。1周してきました。最後の三角の後に鎖2つ。最初の三角の引き抜いたところ、ここに引き抜きます。次は三角に V。ここと同じように編んでいきます。まず鎖から。三角の中から糸を出します。かぶせて、ここから鎖。1、2、3、4。同じ三角に長編み1つ。これで V ができました。次も V。鎖1つ。同じところ。これで V が2つ。2つ編んだら次に三角に V。最初は V が2つ。次のマーカーのところ、ここでは三角に V を3つ。で、ぐるっと同じように編んでいきます。最後まで編んだら、ここと同じ。同じように次は長編み3つ。これを繰り返していきます。最初の細編みも含めて数えて18周編んできました。最後は長編み3つになっています。長さはだいたい23センチで、最後の糸端は切らずに休めています。で、だいたいこの長さは女性ものの M か L であればこれぐらいで大丈夫です。もしもっとゆったりサイズにしたいときにはもう少し長くします。これぐらいで大丈夫だったら、次は袖ぐりを作っていきます。このマーカーとマーカーを鎖でつなぎます。ここが肩、ここが前、こっちも肩で、ここが袖ぐり、こっちもマーカーとマーカーをつなぎます。今マーカーはこの3つの真ん中の3つの真ん中、この位置にマーカーがついています。こっちも同じで、こちらはこの色のまま、こちら側を見やすいように違うように変えます。こっちも真ん中ブルーにしました。で、こっちも同じ。
中をブルーにしました。で、ここは引き抜いた糸、この鎖3つの上に糸が出ています。ブルーとブルーをつなぎます。今表が上になっています。で、マーカーのところから糸を出します。この最初の糸端を20センチぐらい残しておきます。今真ん中、ここから鎖を編んでいきます。鎖を5個、1、2、3、4、5で、次のマーカー、この長編みをたどって表からかぎ針を入れます。マーカーのところで引き抜きます。これでつながりました。で、糸を切ります。まず鎖一つを編むようにして20センチぐらい残して、これが袖ぐりになります。次はピンクの方、こっちも同じようにつなげます。マーカーのところ、新しい糸20センチぐらい、鎖1、2、3、4、5で長編みをたどって反対側のマーカーで表から引き抜いてつなげます。で、鎖一つ切ります。これで袖ぐりができました。次は残していた糸端に戻ります。長い糸、表が上の状態、これが長い糸、まず鎖2つ、1、2、この鎖3つの上に鎖2つで、次は足元1つ飛ばして2つ目、ここに未完成の長編み、この部分の模様を編みます。三角を作ります。1、2で、表から針を入れます。で、2本の糸の下は1本、この位置に未完成の長編み2本から引き抜きます。この鎖2つと未完成の長編み一度に引き抜きます。マーカーをつけておきます。次も三角を作ります。まず鎖2つで、隣に未完成の長編み、次は足元1つ飛ばして2つ目、これを一度に引き抜いて三角ができました。鎖1、2、すぐ隣に未完成の長編み、足元1つ飛ばして2つ目、2つ目はこの長編みの1、2、3、3つ目、ここに未完成の長編み、
これで三角ができました。この糸端はこのままにしておきます。鎖1、2、次はここに三角、今までと同じように三角を作ります。1、2、このまま長編み3つに三角を作っていきます。今までと同じ模様で作っていきます。これで反対側の袖ぐりのところ、この脇の下に当たるところ、鎖の手前まで編んでいきます。次の鎖の手前まで来ました。三角を作っていきます。今三角を作ったところ、鎖1、2、足元すぐ隣、ここに未完成の長編み、次は1つ飛ばして2つ目、これは鎖の1つ目、未完成の長編み、これを一度に引き抜いて三角ができました。鎖1、2、また三角、隣、次は1、2、鎖、隣、次は足元1つ飛ばして2つ目、この長編み3つの1、2、3、ここに未完成の長編み、これを一度に引き抜いて三角ができました。鎖2つで、また三角、でこれを続けて1周します。スタートしたところまで編んだら、今までと同じように鎖2つ、1つ目に引き抜きます。でまた次はこの V を編んで1周します。次は長編み3つ、今までこの幅で編んできましたが、これからはこの胴体部分、この編みでぐるぐると編んでいきます。このまま好きな長さになるまで編んでいきます。最後は細編みで1周します。これで本体が終わりました。次に袖ぐりを編んでいきます。こっちがまだ途中なんですが、一旦ここで袖ぐりを説明します。今表が上の状態、細編みで1周します。この鎖の真ん中ぐらいで糸を出します。細編みをしていきます。同じところ糸を出して鎖1つ、細編み、これが1つ目の細編み、次の鎖、ここに細編み、次はここで、次は角になっています。角ではここから糸を出して、次はここから糸を出して一度に引き抜きます。まずここから糸を出して、次はこの長編み3つの3つ目、ここから糸を出して一度に引き抜きます。これでカーブができました。次からこの長編みの上、一つに一つの細編みをしていきます。長編みの上に細編み、
でこの細編みはきつくならないように編んでいきます。このまま一周します。この角の手前まで、ここぐらいまで編んでいきます。袖を一周しました。次は角の部分。ここではここから糸を出して、次はここからで一度に引き抜きます。まずここから、次は角のこの部分、上が1本、一度に引き抜きます。これでカーブができました。次はここ、細編みで、ここで糸を切ります。で最後の細編みから糸を抜きます。で針でつなげます。これが一つ目の細編み。一つ目の細編みに手前から向こう、これが最後の細編み。上からで裏に出します。これを整えます。で小さくして、あとは裏でほどけないように隠します。で行ったり来たりして留めます。次はこの残していた糸端、これを使ってこの鎖を編んだ時のこの長編み3つの真ん中の3つの真ん中、ここぐらいの長編みの穴が少し目立つ時はこの糸端を使ってで整えて丈夫にしたいと思います。こっち側の方が見やすいんですが、こんな感じで穴が目立つ時があります。この糸を使って今裏が上になっています。裏が上の状態で穴の方まで近づいて、こんな感じで穴を目立たなくしました。あとはさっきと同じ糸端がほどけないように行ったり来たりして糸を切ります。で他の糸端も隠します。で反対側の袖も同じです。この部分の穴が目立つときにで糸端を使って整えます。で最後にこの最初の鎖を編んだ部分、これが最初の糸端で、上をつないでいてこの部分はつながっていません。この長く残した糸端を使ってつなげていきます。で今ここから糸が出ていて、こっち側この2本の糸の下で、こっちの2本の糸の下、こんな感じでつながっているように見せて、あとは裏に出してで隠します。でこの糸端を隠したら、あとはこの胸から下をずっとお好みの長さになるまで編んでいきます。最後は細編み1周、これで出来上がります。鎖編みのところから16周編んできました。16周目は長編み3つ、最後は細編みで1周しています。この長さはお好みにします。これで出来上がりです。
これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。着た時にはこんな感じで少し下がってとても可愛いシルエットになります。襟ぐりは前を長くしたので少し下がって綺麗なラインになりました。袖はこんな感じ、綺麗な模様になっています。で、脇の下を鎖5つで余裕を持たせたので着心地が楽です。裾は短めにしたんですが、もっと長くしても短くしても大丈夫です。ワンピースなどに合わせるときは短めが似合うと思います。お好みの長さにしてください。爽やかなプルオーバーができました。サイズは上から下まで47センチ、横幅50センチ、襟ぐり72、袖ぐり32、使った糸の重さは 200g、 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。